出陣する。先方は粉雪控える赤備えだ。よろしく頼むぞ。おう、任せとけだぜ。時報はトト、本陣には施設、後方には心と夫殿が詰めることとなる。皆の衆、よろしく頼む。お任せなのです。心得ました。特に心よ。夫殿は武田にとって大切な身、しっかと守れよ。お任せあれ。では本陣を動かす。夫殿、しばし失礼いたす。はい、一門衆の方がいるのといないのとでは士気が大きく違いますからね。ご主人様の身はこの服部小波、命に代えてお守りさせていただきます。はっ。そろそろ出発いたします。健介様は私についてきてくださいね。お任せあれ。では小荷田隊出陣します。確かに村の奥に多数の気配を感じます。おそらくは。しかし気配の質がなんだか妙で。準備完了したんだぜ。まずは降伏勧告を出す。まあ素直に受けるとは思わんが。それならそれで構わないんだぜ。で、優先度はどうするんだぜ。できれば捕獲し、親方様の元に引っ立てたいと考えている。だが厳しければ首を取ってもよい。分かったんだぜ。頼む。ではトト、降伏勧告をいたせ。了解なのら。一騎の首謀者トラ何がしに告げるのら。周囲は完全に包囲されているのら。おとなしくバクにつけば命の保証はしてやるのら。さあさあ早く出てくるのら。さもないと包囲している兵に命令し、その首をはねてやるのら。なかなか出てこないのら。春日様、どうするですか？降伏勧告を続けろ。はいなのです。こーらー、トラとかいうやつ、さっさと出てくるのら。さもないとひどい目に遭うことになるのら。それが嫌だったらさっさと出てくるのら。しかしご主人様、屋内の気配、どうやら動いているようです。
そういう例が皆無とは言えませんが、一般的ではありません。一騎の首謀者トラ、貴様を反乱の罪で拘束するのら、おとなしく幕につくのら。何がおかしいのら。これだけの兵に囲まれてるんだから抵抗は無意味なのら。なら覚悟を決めてお縄につくのら。貴様やはり諏訪野。ご主人様、刀が。総員集まれ。本園の陣を敷くのだ。赤備え、前に出るんだぜ。ここ背中は任せるんだぜ。心得ました。総員、周囲を警戒するのら。なんだと。春日様、村を取り囲む山の斜面に鬼がたくさんいるのら。これは。どうやらすっかり囲まれちまってるみたいなんだぜ。ちょっとまずいんだぜ。数はおよそ1000というところでしょうか。もしかして情報にあった一騎勢というのは。その可能性は高いな。摂らはまんまと騙されたというわけだ。上等だぜ。鬼の1000や2000、あたいらには軽いってことは証明してやるんだぜ。皆備えよ。夫殿は摂のそばに。たとえ何があろうと摂の命に代えてもお守りいたしますゆえ。かたじけなし。先手を務めい粉雪。武田が先方赤備え、大将山形ここにあり。震えや者ども槍を持て。武田にあだなす異形の者を我らが槍で即成敗だぜ。いい返事だぜ赤備え。だけど気合い入れすぎて鬼との戦い方忘れん
ないんだぜ。春日、ココ、トト、お先にやらせてもらうんだぜ。赤備え、みんなあたいについてくるんだぜ。突撃。ない二陣はトトが率いるのら。粉雪たち先鋒が撃ちこぼした鬼を退治するのが役目なのら。無理に前に入れる必要はないのら。長江を利用して槍衾を作るのら。退路は私たちが確保します。小荷田隊は荷を下ろし、すべてにて応戦なさい。オラ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 。どうだ、あたいに勝とうなんざ10年早いんだぜ。よし、いろは組、その調子だぜ。無理せず確実に鬼の数を減らしていくんだぜ。右に6、左に10、援軍をなすのら。鬼と対峙する面をできるだけ平らにしなければ一気に押し込まれてしまうから注意なのら。鬼は力が強いだけのバカなのら。焦らなくてもいいから丁寧に対応するのら。そうすれば皆を守ることができるのら。絶対に蛮勇に飲まれてはいけないのら。落ち着いて冷静に鬼を倒すことだけを考えるのら。トトたちならできるのら。自分を信じ、トトを信じ、親方様を信じるのら。みんな頑張るのらぞ。偵察ご苦労様。状況はどうでした？そう、わかりました。大丈夫、諦めてはいけませんよ。この戦、必ず転機が訪れます。今はそれぞれがやるべきことをやりましょう。つぶて隊への石の補充はできていますか？ありがとう。その意気です。共に全力を尽くし、仲間たちと共につつじヶ崎館に戻りましょう。つぶて隊、高坂隊に襲いかかる鬼に我ら自慢のつぶての腕、とくと見せつけてあげましょう。
ご主人様、お怪我はありませんか？春日様を中心に固い砲エンジンを敷き、攻撃を山形様が担っておりますが、数の差を覆しがたく。各所で鬼が戦線を突破し、陣内部に入り込んでいるようです。先ほどご主人様によって成敗された鬼もその一部かと。この兵数差で拮抗できているのは四天王の皆様の力あってこそではありますが、やはりなら今の状況であたいらが何をやらなければならないかよくわかってるんだぜ。このままじゃ前線を突破されるんだぜ。ならやることは一つだぜ。赤備えが前に出て一気に鬼を押し返す、これしかないんだぜ。てめえらの命武田のために使えるか。言ったんだぜ。じゃあはぐみ、あたいの梅雨払いをするんだぜ。よし、はぐみには後であたいが特別に握り飯を馳走してやるんだぜ。山形粉雪正景、これより修羅となるんだぜ。赤備え全員ついてくるんだぜ。今が不利を覆す好機であろう。粉雪が広げた戦果を拡大するぞ。馬場衆も打って出よ。粉雪と春日様が前に出るのら、高坂衆は馬場衆と交代。今のうちに矢の補給と武具の手入れをしておくのら。小休止が終わった後、高坂衆も打って出るから気を抜いたらダメなのら。ここから一気に勝負をかけ戦況をひっくり返すのら。みんなあと一息頑張るのら。承知しました。コナちゃんも春日さんもここで一気に戦況を覆すつもりのようですね。トトちゃんは？今しばらくつぶてによる援護を行います。その後は槍を持って馬場衆の左右につきましょう。どうやら四天王の皆様は戦線をさらに押し上げるようですね。しかしそれではご主人様の護衛が。本当ですね。絶対に約束ですよ。分か
りました。ご主人様のお望みの通りに。おお、ちょこまかちょこまかと荒加賀が戦場を跳ね回っておるのう。良きかな良きかな、まことに良いぞ。たとえ月の光が輝く夜空とて、村雲集えば光も霞む。光が霞めばその御鏡も曇るは必定。八葉曇れば世の断りはついえについえ。この日の本に新しき外子の扉が生まれよう。あと少し、あと少しの踏ん張りぞ。意志より来たる真の導き手、新田健介よ。健介様、大丈夫ですか？わかりました。では引き続きお取り役をお願いします。御身の安全はお約束しますので、存分にお取り役をお願いしますね。では馬場衆を50右に回しておけ。左は現状維持だ。トト、はい、ナノレス。赤備えを一度下げるぞ。高坂衆に代わりを任せるが構わんか。お安いご用なのレス。では行ってくるレス。さて、なんとか持ってはいるが、やはりこのままでは自利品になるな。どうしたものか。引くか。いや、しかしこの鬼どもを残していては災いの種となろう。やはり一徳斎殿の救援が来るまでなんとか時間を稼ぐしかないか。それよりもいい方法があるんだぜ。粉雪か。前線苦労であった。しばし休め。休んでる暇はないんだぜ。春日、あのトラってやつを撃てばこの戦多分勝てるんだぜ。何？どういうことだ？最前線で戦ってたからあたいには分かるんだ。あのトラってのが鬼を操ってると確信したんだぜ。あいつを撃てば鬼は瓦解すると思うんだぜ。健康一滴。ここが勝負どころだぜ、春日。確実にやれる保証はない。でもあたいに任せとけだぜ。分かった。ならばその言葉を信じよう。馬場衆の全力で鬼を押し返し、奴への道を作ってみせよう。あとは頼むぞ、粉雪。おうだぜ。とりゃローラ・ナノラ
この高坂とと正信、やりれもちゃんと戦えるのら。でもちょっと疲れたのら。トトは体が小さいから体力もないのら。ピキャー、もう無理なのら。うわーらー、泣きべそ書いてんじゃないんだぜトト。コーナー助かったです。お前は腕っぷしは強くないんだから、あんま無理するんじゃないんだぜ。でもみんな頑張ってるんですから、トトも頑張りたいです。そりゃいい気合いだ。じゃあ、あたいが鬼の狩猟をぶっ殺す間、ここは頼むんだぜ。どういうことです？言った通りだぜ。鬼の狩猟のトラってやつをぶっ殺せば、この状況は打破できるとあたいは踏んでるんだぜ。でも違った場合は、トト、あとを頼むんだぜ。分かったのら。でも粉雪は絶対帰ってこなくちゃいけないのら。約束なのさら。すがにこの状況じゃそんな約束は。約束なのら。分かった。約束するんだぜ。あたいは絶対戻ってくる。だから背中はしっかり守ってもらうんだぜ。任せておくのら。おう、じゃあちょっくら行ってくるんだぜ。運を祈るのら。いいえ、そんな蛮勇を振りかざすようなこと、コナちゃんは絶対にしません。さあみんな、コナちゃんが動いたということは状況が大きく変わるということです。次の動きに備えるため体勢を整えますよ。イグミ、右手に回り込んで相手を囲むんだぜ。ログミ、左手に回り込んで相手を囲むんだぜ。ハグミはあたいと一緒に来るんだぜ。行くぜはい。でも相手も即座に反応してますから、あのままでは包囲できないでしょう。いいえ、コナちゃんは四天王一の戦上手。きっと成し遂げてくれますよ。見ていてあげてください。山形粉雪正景、渾身の戦芸を。打ち合わせ通りかぶら屋を放つんだぜ。これで敵対将までの道が開いた。はぐみ、階段作るんだぜ。行くぜだってコナちゃんがやることですもの。さあコナちゃん、とどめだよ。
あたいに勝とうなんざ100年早いんだぜ。あたいに勝てない奴が親方様に勝てる道理がないんだぜ。赤備え大将山形粉雪、敵大将討ち取ったり。やってくれたか。そうか、粉雪の睨んだ通り、奴が全ての中心だったということか。安全が確認できるまで警戒を解くことまかりならん。皆にそう伝えておけ。無事な者は怪我人の手当てを。まだ周辺の家屋に鬼が潜んでるやもしれん。くまなく探索せよ。春日おう、トトも無事であったか。何よりである。様、それよりもコナは無事なのですか？まだこちらには戻ってきておらんが、必ずや。無事に決まってるんだぜ。コナ、無事でよかったのです。トトと約束したからな。破るわけにはいかないんだぜ。トトも信じてたですよ。ふむ、よくぞ成し遂げてくれた。皆になり代わって礼を言うぞ、粉雪。これぐらいどうってことないんだぜ。コナちゃん。ここどうしたんだぜ。どうしたもこうしたもないよ。またあんなに危ないことして。でもちゃんと敵の大将討ち取ってきたぜ。頑張ったね、コナちゃん。みんなの応援があったからこそだぜ。ご主人様、ご無事で。いささかも。それよりもご主人様、どうなさったのですか？はい、なんだか少し浮かない顔をされていらっしゃるような。お疲れ様、健介。お兄ちゃん寝ちゃったんだ。しー。ごめんお姉ちゃん。でもほんとよく眠ってるね。疲れていたんだと思う。海津の一件ではかなりの危機を乗り越えたでやがりますからな。春日たちから報告があった。健介を危険な目に遭わせたのは光の落ちだ。ダメだよお姉ちゃん、落ち込んじゃう。きっとお兄ちゃんもそういうこと言わないと思うから。でも一歩間違えば健介は。姉上の言いたいこともわかるでやがるが、夕霧は違うのではないかと思ってやがる。違う？そうでやがる。兄上はおそらく
こんなところで死ぬ人ではないでやがる。夕霧ちゃんの言うこと、私も少しわかるかもしれない。薫も。どうしてかは説明できないけど、どんな時でも何とかしてしまうのがお兄ちゃんじゃないかって私そう思うんだ。薫の言う通りでやがります。天に愛されてやがるのかもしれないでやがる。姉上もそう思っていたからこそ夫婦となったでやがりましょう。ならもう少し兄上を信じてみるでやがる。そうだね。光、もっと頑張る。そうするでやがります。それにしてもシナノにも頻繁に鬼が出るようになっちゃったね。ひふみの調べによると鬼が増えた原因がいくつかあるようでやがる。一つは鬼を操る者が国内に侵入しているらしいこと。ひふみや恋でも尻尾はつかめてないでやがる。だけどそのものについてはいくつか心当たりがある。今は捨ておいて構わない。ならば二つ目、我らにとってこちらの方が厄介でやがりますが、駿府から流れてきてるらしいでやがる。駿府って吉本公亡き後お母さんが治めているんだよね。そうでやがる。なぜ鬼が信濃に流れ込んできているかはわからないでやがるが。ねえお姉ちゃん、やっぱりお母さんを撃つの？後進のため撃たなければならない。私たちのお母さんなのに。心優しい薫が苦悩するのはわかるでやがります。でも姉上だって苦悩した上で導き出した答えでやがります。了見するでやがりますよ。ごめんねお姉ちゃん。夕霧ちゃん、なんだか少し悲しくなっちゃって。ごめんね薫。でもこれが後進の民たちの未来につながること。姉上の言う通りでやがる。我ら姉妹は後進の未来のためを思い動いたのでやがる。その志を忘れてはならんでやがる。それが武田の、そして我ら三姉妹の業であり、やるべきことでやがる。夕霧ちゃんの言う通りだね。ごめん、もう大丈夫だよ。苦労をかける。大丈夫。一番大変なのはお姉ちゃんなんだもん。薫は妹として全力でお姉ちゃんを支えるからね。ありがとう。それで姉上、今後はどうするでやがる？近々動こうと思う。だけど一つ心配がある。越後でやがりますな。まさかとは思うでやがるが、そのまさかをやってくるからミクは厄介。確かにそうでやがりますな。分かったでやがる。後々のことも考えて準備をしておくつもりでやがる。それでいいでやがる？いつもありがとう夕霧、薫。これぐらいどうってことないよお姉ちゃん。もっともっと頼ってくれてもよいでやがる？布石は打った。あとはどう動いてくるかを待つだけ。それまで健介はゆっくり休んでいてね。